こんにちは、カズです。今日はオースティン空港からのスタートです。これから米系エアラインの LCC で最悪と評価されているスピリット航空に乗ってフロリダに向かいます。普通に LCC を乗ったんではつまんないので、追加料金を支払ってビジネスクラスにアップグレードをしてみました。で、LCC のビジネスクラスでどんな感じなのかっていうのをレビューしていきたいと思います。それでは行ってみます。アメリカの LCC は合計6社。乗客数では世界最大 LCC のサウスウェスト航空をはじめ、個性ある LCC がたくさんあります。今回乗るのは乗客数ではアメリカ第3位の LCC、スピリット航空です。LCC よりもチケットの値段設定が安いことが多いので、ウルトラ LCC と呼ばれることのあるスピリット航空の目印はこの目立つ黄色です。ハンドバッグは無料ですが、その他すべて費用がかかります。事前にオンラインで支払えば安めですが、直前に空港で支払うととんでもない金額になってしまうので注意が必要です。持ち込むバッグのサイズに関しても厳しく、重量の超過分はきっちりチャージされますのでご注意ください。さて皆さんに質問です。たくさんの人がゲートの前で並んでいるこのエアラインはどこでしょう？答えを予想してコメント欄に書き込んでみてください。時間もあったので出発ゲートとは反対側に向かいます。狙いはオープンテラスになっているここ。運が良かったようでブリティッシュエアウェイズのボーイング777が見れました。LCC のデメリット1、フライトが遅れるです。出発の時刻が18時半だったのが、遅れて20時になっております。20時に無事に出発すればいいんですけれども、どうなるでしょうか。 LCC の夜の便だったので遅延があることは想定内でした。ということでお腹も減ったので何か買って食べようと思います。簡単に済ませるためにサンドイッチを購入しました。空港価格の8ドル。アメリカってなんでここまで美味しくないサンドイッチを作ることができるか本当に不思議でなりません。それぐらい微妙な味でしたがお腹はいっぱいになりました。ところで、スピリット航空は米系エアラインの中で一番フリートが若いことで有名です。機材平均使用年数は 6.6 年です。メンテナンスで費用がかかる前に新しいのに交換する。できる限り燃費のいい新しい機材を使うというのが戦略のようです。スピリット航空は Airbus 320シリーズのみを使って運航するエアライン。ちなみにシートは全席リクラインができないプリリクラインドシートです。シートのリクラインなどで故障しないようにしてメンテナンス費用を抑えるという考えです。座席指定は別途で費用がかかります。今回は8席しかないビジネスクラスシートに56ドルを支払いアップグレードしてみました。今回のチケットの値段はアップグレード費用も含め全てで167ドル、約1万8000円でした。真っ黄色の機体、スピリット航空に乗り込みましょう。Airbus 320のビジネスクラスの座席配置は22で合計2列、8席のみ。エコノミークラスシートは33で合計220席。リクラインできないこと、IFE がついてないことを除けば、シート自体はデルタやアメリカンなどの米系エアラインと同じです。今回のシートは窓側の 1F。足元スペースも十分です。ギャレーとキャビンの仕切りは隙間のあるパーティションが使われています。機内で食事も購入できるので一応トレーテーブルはあります。このトレーテーブルですが作りがすごい安っちい感じでした。本来であればリクラインボタンがここにあるのですが、スピリット航空の場合はシートはリクラインできません。ビジネスクラスも例外ではありません。ドリンクホルダーもコンソールに内蔵されているタイプではなく、アームレストの先端を使いましょうということなんでしょうね。必要なものしかない、とてもシンプルなシートです。こちらがエコノミーシートの 3D。シート幅は普通の45センチ、シートピッチは63センチです。ANA や JAL エコノミークラスに比べると20センチほどシートピッチが狭い感じです。ペットと一緒に旅行する人を多く見かけました。LCC だとペット用のチケットも安いのかもしれません。機内でスナックやドリンクの購入が可能です。フォーカスが全然合ってませんが、ノンアルコール系は5ドル、アルコール系は9ドルぐらいでした。
LCC なのにエアコンの空気口があります。これは助かります。次に配信する搭乗レビューは今画面に見えているエアラインです。どのエアラインか想像がつきますか？飛行距離1800キロ、2時間ほどのフライト時間。どんなフライトになるか楽しみです。離陸して着陸直前までずっと機内はこんな感じでした。冗談ではなく水のサービスもありませんでした。CA はサービスは全くせずにずっとおしゃべりで忙しかったようです。ということでスピリット航空ビッグフロントシートビジネスクラスに乗ってみた感想なんですけれども、動画に収めるようなところがなかったですね。本当にシンプルで、購入したのはチケットは自分の席と、一つの手荷物だけっていう感じでした。ただ乗り継ぎがなくて A 地点から B 地点に行くだけのフライトであればすごい快適なフライトだったと思います。遅延は約2時間ほどありましたが、シートの幅は広く快適でした。スピリット航空に乗ってみて今までと一番違うなと思ったのが、乗ってる人です。なぜかというとシートベルトサインがまだついているにもかかわらず席を立ってしまう人が多かったです。そして着陸してまだゲートに到着する前ですね、シートベルトサインがついてるんですけれども、それでもう立っちゃって目の前のゲートに並び始める、そういう人が多かったです。また機会があれば私はスピリット航空に乗るかと聞かれるとですね、乗り継ぎがなければこのビッグフロントシートビジネスクラスなら乗ってもいいかなと思いました。ちょっとだけ普通のエコノミークラスの方に乗ってみたんですが狭すぎるので非常に不快だと思います。3時間以上のフライトは多分ビッグフロントシートを購入した方がいいと思います。それでも他のエアラインのエコノミークラスの値段よりも若干安くなるのでお得だと思います。次のフライトは LCC なのに国内線ビジネスクラスでは一番いいと評判がいいブルーカラーが特徴のエアライン搭乗レビューです。それではまた次のフライトでお会いしましょう。